皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画では、ブレスオブザワイルドに登場する建築物や土地の名前の中で違う名前で過去のゼルダシリーズに登場したもののみを紹介していきます。ゼルダゲーム過去作のネタバレを含みますのでお気をつけください。今から話していくことは予想であって、必ずこれらが正しいとは僕自身も思いません。あくまでエンターテインメントとしてお楽しみください。動画の後半ではブレスオブザワイルド続編と絡んできそうなことや、途中にゾナウについても話していきます。ぜひ最後までご覧ください。最初の方はサクサク進みます。行きましょう。忘れ去られた神殿。スカイウォードソード、封印の神殿。壁の模様の感じ、神殿全体の形、奥の女神像からまず間違いないと思います。原作では一人の老婆がいましたね。ゲームクリアまでプレイした方なら忘れることができない人物になったんじゃないでしょうか。次に、神々のトライフォースから2つ連続でお話しします。ブレスオブザワイルドのハイラルのマップは、神々のトライフォースのマップを斜めにしたものだというのはとても有名な話で、皆さんも聞いたことがあるかと思います。百聞は一見にしかずということで、マップを重ねてみますね。より綺麗なマップを参照したいですし、大きな違いがないので、神トラ2のマップを使います。コモロ駐屯地跡。神々のトライフォース、水の祠。囲んでいる池の形、ハイラル城の南ということで、位置もほぼ一致します。池の近くに交易所や宿場町があったりと、100年前は結構賑わっていたんでしょうか。朽ちた千年獣。神々のトライフォース、動物広場。悲しいことに今では魔物が集まってきています。周りに木が生えていることや位置がほぼ一致します。木の周りに滅びた家が複数見受けられるので、100年前は集落程度のものがあったんでしょうね。この場所は神々のトライフォース作中では少年が切り株の上でオカリナを吹いているところです。今考えてみるとあの少年は誰だったんでしょうかね。神々のトライフォース2の後に賢者として目覚めるグリと着ている服と髪型が似てましたよね。記憶が定かじゃないですが、グリが行方不明になるのもここだったと思います。関係が気になるところです。さて、神トラとブレスオブザワイルドのマップの関係をお話ししました。そして同じく敗北ルートでマップが神トラの北東に位置するリンクの冒険のさらに北東の隅に気になる場所があります。ローメイ島、リンクの冒険、迷路島。位置も一致しているように思います。この説明は必要あるか迷ったんですが、一応言いますと、ローメイ島の名前の由来は迷路です。ローメイということですね。ローメイ島は謎の民族ゾナウと深く関係している遺跡です。なので、リングの冒険の迷路島もほぼ確実に関係ある場所でしょうね。もちろん後付け設定ですが、しかしこんなとこからも公式がブレスオブザワイルドは敗北ルートですよと示してきているように感じてしまいます。もちろん偏った見方ではありますが。次に似ている3つのものを一気にお話しします。オルディン、ヘブラ、ゲルドにそれぞれあるクジラの大化石です。オルディンの大化石、スカイウォードソード、ナリシャ様。はっきりとはわかりませんが、頭部の皿のような特徴的な形とかですね。ヘブラの大化石、夢を見る島、風の魚。こちらは羽っぽいものの骨があるからというだけですね。でも、まあ多分そうなんじゃないでしょうかね。ゲルドの大化石。これがなんだかわかりませんでした。一応載せた感じですね。それっぽいやつって過去作にいましたっけ？知ってる方いましたら教えてください。ゲルドの大化石のすぐ近くにあるので、こちらもついでに紹介します。処刑場跡、トワイライトプリンセス、砂漠の処刑場。これは紹介するまでもなかったんですが、仲間外れにするのもどうかと思ったんで、3つで1セットってことで、こちらもお話しします。アッカレ、フィローネ、ラネールにそれぞれある泉です。力の泉、スカイウォードソード、展望の泉。周りの装飾の形、階段、水の流れる位置、生えてる木。まず間違いないと思います。勇気の泉、スカイウォードソード、大地の泉。展望の泉もそうなんですが、原作では泉に至るまでに神殿を通ってきてます。ここの泉の前に天井に大きな竜の石像っぽいものがあるんですよね。ブレスオブザワイルドでは水流を信仰していると言われたゾナウが拠点としていたらしいところですね。
知恵の泉。ごめんなさい。これもわかりませんでした。でも3つのうち2つだけ意味があるってことはまずないと思うので、これも過去作、それもスカイウォードソードの何かだと思うんですけど、わかる方はコメントで教えてください。さあ、じゃあ定番の3つを駆け足でいってみましょうか。平原の牧場跡。時のオカリナロンロン牧場。これには異論はないと思います。語ることも特にありません。ハイラル城城下町跡。トワイライトプリンセス。ハイラル城城下町。ハイラル城城下町は時のオカリナにも出てきますね。自由に歩ける範囲が広いのと、より描写が細かいので、トワイライトプリンセスの方を取り上げました。続編ではブレスオブザワイルドからどれだけ時間が経ったのかわかりませんが、復興後の城下町を歩けたら嬉しいですね。時の神殿跡。トワイライトプリンセス、時の神殿。トワイライトプリンセスでは滅びていたり、ダンジョンになっていたりと印象深かったのでこっちを載せました。ブレスオブザワイルドの時の神殿はなぜかスカイウォードソードの女神像がありますよね。しかも巨大な。魚鳥居村、風のタクト、プロロ島。これは結構有名な話なので、皆さん聞いたことがあると思います。この村については話したいことがたくさんあるので、そのうち1本の動画としてお話ししようと思います。しかし一つだけ話すと、気になってるのは島の向きや位置が風のタクトと一致しないんですよね。いわば真逆を向いています。1万年も経てば地形も大きく変わると言われればそれまでですが、かかりこ村の位置に関しては、ただ単に移り住んだだけかもしれません。そもそもブレスオブザワイルドのハイラルはいろんな世界線の土地がごちゃ混ぜになっています。僕はブレスオブザワイルドのハイラルは敗北ルートのハイラルを土台として他の世界線の土地や物を上から配置したんじゃないかという一つの仮説を立てました。それはどうやって配置したのか。過去の動画でゾナウと影の一族に何らかの関係があるのだと思っているとお話ししました。影の一族といえばポータルというものがあって、それはトワイライトプリンセスに出てくるファストトラベルでしたね。と同時に巨大な橋を動かして違う場所にワープさせたりするなんてことが結構簡単にできました。なのでゾナウなのか影の一族なのかが何らかの方法で他の世界線にもアクセスしてポータルを経由して持ってきたのではないかということも考えました。それはないか。さーて、他にもどこかありませんかね。もっとあったように思いますが、知ってる方がいましたら教えてください。考察がはかどります。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて、高評価ボタンをポチッと押していただけたら、今後の動画制作の励みになりますので、どうかお願いします。これからもゲームの考察、解説、実況などの動画を投稿していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。